チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様どうもこんばんは、こんばんは。音聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日も来ていただきありがとうございます。本日は左翼 VTuber がビホルダーをコラボ実況プレイの第3回ということで、全体主義的な警察国家を舞台にした住居管理アドベンチャーゲームビホルダーを初見実況プレイしたいと思いますということで、スカーレッタのですね、音原風花さんと一緒にまたやらせていただきたいと思ってますので、今日もよろしくお願いします。はい、ご紹介に預かりましたスカーレット・クローワルズ・ピンクの方の魔法少女音花風花でございます。こんばんもどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちょっと昨日ね、コラボ配信とさせていただきました。よかったらそちらの方もチェックしてください。なのでですね、音量設定とかがですね、私がヌーってなんか間違ってる可能性があるので、もう音がね、大きい小さいなどありましたら、ぜひともご指摘のほどよろしくお願いします。ということで、しょうがさん、サリーさん、コカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということでですね。あ、そういえばサリーさんペンギンさんだ。思い出した。ペンギンつながりですね。なんか縁がたくさんある。ね、こうしてつながっていく。鳥ですからね。鳥の仲間を増やしていきたいなと今後も思っておりますので、よろしくお願いいたします。いいですね。はい。ということで、音大丈夫ですということで、ありがとうございます。しょうがさん、ありがとうございます。ということで、始めていきたいと思います。ふって。いや、このタイトル画面から想像もつかないぐらいに苦しいゲーム性ですよね。なんかもっと路悪的
なゲーム。まあもちろんその露悪的なのを批判する意味合いでの描かれ方をしてるのかなと思ってたんですけど、全くいい意味で違ったというか、そうですね。This War of Mine にこう通ずるようなこうなんでしょうね、にじみ出てくる苦しみがあるなって思いながら、出てくる苦しみと、そしてゲームの圧倒的な難しさというですねすいません、前回の配信めっちゃやり直しちゃって申し訳ございませんでしたいやだってこれあれですよ、研修生モードだからそうですね、イージーですからね。ちなみに、なんだっけ、娘さんのですね、治療薬の、お値段なんですけど、政府交換モードだと値段2倍になるそうです。はい。2万ドルどうやって稼ぐんですか？ああ、やったことないからわからない無理じゃないですか、そんななんかまあゲームシステム自体は確かにごちゃごちゃしたらわけわかんなくなるからね、難易度上げるとしたらやっぱそういう価格っていうかレートを上げることによってプレイしづらくなるというか、まあしにくさを増すっていうことなんでしょうけど、そういう問題じゃないんだなみたいな気持ちになりますね。なんだろう、前回どういう風に終わったんでしたっけ？615さん、こんばんカラスです。前回のアーカイブ見ようと思ったんですが、間に合いませんでした。ということで、ありがとうございます。そしたら、そうですね、ちょうどいいので、今ちょっと説明してから始めますか。前回の話の流れなんですけど、娘さんがですね、ちょっと病気になって既得状態になってしまい、それで何回ループしても助けられねえみたいな、状態に一時陥ってしまいました。それなので、祖国よさよならイベントをね、っていうイベントを進めて、ある住人の方をですね、まあ、退去させてしまったんですけど、まあそれでね、ちょっと残念なエンディングになっちゃったんですが、ただ話の流れ上ちょっとどうしようもなかったというところではあります。で、それで報酬を手に入れたので、薬を買うことができ、とりあえずはしのぐことができました。で、政府から電話がかかってきて、まあ内戦のようなことが起きました。はい。で、マンションがですね、ちょっと修理をしなければならない状態に陥り、またプロパガンダポスターを当たりそこら中に貼れという命令が来ているという状態でございます。はい。そうですね。貼りたくないんですけど、貼らなかったら罰金があって、そうなんですよ。そしてこの修理も本当爆撃されてしまったというところでして、そうですね、本当にちょっとね、今やっぱ対岸の火事ではない、もともとそうやって思って生きてきてない、割と私自分事として見てきてるから、あんまりそんなことを思ってないんですけど、でもやっぱゲームの中ですらそう思わされるというか、でしかもね、今は特にね、イラン側がこう強硬な態度、まあでもそれ取らせてしまった側に責任があるので、今回ばかりはね、流れ見ててもっていうところがあるので、なんかすごくそのあたりを思っちゃって、明日の我が身を見ているかのような。だってやっぱ遠くに住んでいる親族の住居がこんな風になって命が失われるみたいなことになった時に、私は一体誰を憎めばいいんだろうっていう絶望をね、前回ラストで味わうというところに、なっておりました。で、この後アーカイブ見ていただけたら嬉しいなと思います。はい。ということで、ちょっとですね、絶望的な状況なんですが、なんだこれ、窃盗は犯罪です。窃盗は犯罪。はい、そうですね。申し訳ございません。ゲームのシステム上しましたが、本当はしたくないですね。もう本当に、ね、でも窃盗と家族の命どっちが重いかって話かもしれないけど、どっちもダメだよって。いかなる娯楽も禁止って書いてある。なんだこれじゃあレコードとかもダメなのか。廊下にプロパガンダのポスターを貼るんだと
いうですね。なんであれアンナさんがなんかお話を呼んでる？呼んでますね。カールどうしたの？どうした？公共料金を支払うためにお金が必要なの。今無理だな。私はこんなあれなんで役割語になってんだ。冗談でしょ？私は自分の買い物なんてしてない。新しいストッキングを買ったのは3年前よ。もしお金を払わなかったら私たちは切り落とされてしまう。それに地下室がどれほど湿っているか考えると暖房はそれ分もいい手段とは言えない。でもそうでもしなきゃ水がなくなってしまう。手を洗ったりスープを作ったりできなくなる。いやー、それは怒られるわな。そうですね。そうですね。ただですね、このゲームの仕様なんですけども、左上にですね、いろんな指示が来てると思うんです。クソ、役人どもの指示が、来ていると思うんですけど、赤字に書いてあるのってね、めちゃくちゃペナルティ高いんですよ。で、なので、これどれでもいいのかな？赤字で書いて、そっか、3階に全部貼ればいいのか。赤字で書いてあるのってめちゃくちゃペナルティ高いので、これやらなかったらですね、おそらく私追放されちゃうんですよね。はい。なので、プロパガンダを最優先に。そうですね。はい。おそらく罰金がやばいんですけど、で、今、お金を払ったばっかりなので、娘のための薬代を払ったばっかりで、ただね、今帰宅してる息子さんのための学費もいるというとんでもないことになっておりまして。はい。そしてこれでいいんだよね、多分。家具用リペアキットで、修理をあれできない？あれ？これか。できる？違う。これだ。こっちが必要なんだ。こっちだ。電気工具用。そっか、テレビとか、それがテレビか。わかんないよ。どれだよ。誰か、それがテレビで、最初に調べてたところ、電話です、確か。電話か。多分、なんか、確か電話だった気がする。そこで確かパトリックさんとかが。本当だ。そうですね。ダメだっていうメッセージが出たから、一応こっちを3つぐらい買っとくか。だからこのマークの分、はい、出費しなきゃでしょ。そうなんですよ。でもアンナさんに暖房費何百渡したらやばいのかな？いや、だから今のタイミングで渡すと金足りなくなる可能性あるんで、報酬もらってからでないと怖いですね。ちょっと怖いですね。だからとりあえず暖房費はね、今回スルーするしかないかもしれない。でも公共料金はさすがに払わないとやばいから、追放されるでしょうからね。そうなんですよ。あと16時間でたくさんのお金が必要だわ。クリアしなきゃいけないのか。どういうこと？でもなんかね、命を金で買える時代はダメでございますよ。本の所有が停止された。あれ？中に入れないのかな。でもまずこれ修理イベントを終わらせないと怖くて、家具の修理か。用があるあなたのアパートの家具を修理しなきゃいけない。入りなさい。入らせてもらえた。生きのいいやつだ。ありがとう。そうですね。入りなさいっつうか、入って直せよっていう。でもこれか。こういう戦時行動によって壊されたものを民が自分のお金を切って直さなきゃいけないのすごく嫌なんですけど。いや嫌ですね。結局だから戦争でこうやってダメになったものは本来国が保証しなきゃダメでしょ。って思うんですけど。あれ、ここ誰もいないんだっけ？退去した
廃墟してるからじゃない、あれ違うか。いやでも違う積んでるけど今留守にしてるんだ。だから入ったら侵入になっちゃうかそこあるら。か。うん。もう、あそことはは、ここは修理に出てないからだから今よかったですね。誰も住んでないとか、抜けたばっかりだったから修理しなきゃいけない部屋が2部屋しかないので、その点ちょっと助かっちゃったかもしれないですね。ああそうですね確かに。ってことは住民先に増やしてたら多分そこも開放されて、そこの多分修理とかも出たでしょ。あったでしょうね。そうですうね。ん。でも住民迎え入れないとしんどいですよね。はいだから、あ、ほん新しいほんほん請求書ほんほん。うそマジか。待って、ゲームオーバーですね。これはゲームオーバちょっと待って。行かないで、パトリック君行かないでいいよ。待って、マジかパトリック君もう今行ってますよね、外。ー言ってますね。いやーマジか。でも学費7500じゃあ何が起こっ甲府になることに考えを変えたのか。甲府なんて嫌いだ。奴隷のように働くくらいなら死んだ方がマシだよ。お父さん大学を退学して鉱山で働かされることになってしまった。鉱山に行きたくない。心配しないで大丈夫だから。養育費全額を1年で稼ぐ。でもこれ前にも見たか。見ましたね。いやだからマジか。まだ修理してたら行くのが確定する前でしたよね。はいこの話、で、はい、今確定しちゃったんですよね。確定しちゃいましたね。でいやーどうしよ罰金2000。でも無理じゃないですか。マルタさんの薬とパトリックさんの学費両立無理じゃないです。いやー正直厳しいっすよね。だってそんなになんか売れるものとかがあるわけでもなし、ちょっと厳しいな厳しいな。どうすればよかったんです？いやークマちゃん売ってません？もうクマちゃんもうないのかな。よかったけど買ったらダメなことになるか。マルタさんに渡してって言ってアパートからの脱出を手伝ったご家族からいただいたんですけど、それをあれなんですね、ギリギリ足りなかったからたんですよね。でもどうしよう。ゲーム継続します？でもパトリックさんをでもだって無理でしょ。だから今ちょっと払ったけどでも無理で、どうする？だから最悪評判でずっとカメラを買いまくって売って現金化するっていう金策以外がピンとこないですね。またしかもまたなんかこれか120時間以内にマルタさんのやつをなんとかしなきゃいけないんだ。外国の薬を得るためなんかやっぱ貧富の差で医療につながれるか否か、やっぱ命に値段つけてるのと同義ですよね。もう本当に勘弁してほしい。でもアロースさんに尋ねてみるしかないですかね、とりあえず。いやそうなんですけど、ちょっとこれ一回やり直した方がよくないです？どこから？たくさんのお金が必要だから。でもそれでパトリックのイベント発動してみますか？話しかけてイベント発動したらもしかしたらちょっと持たせられるかもしれない。ちょっとそれにかけてみません？
なるほど。はい。ちょっと、すいません。またやり直しになっちゃったけど、申し訳ねえ。このゲームがハードコとりあえアすぎず、パトリックさんを、だから、パトリック、まずパトリックですよね。あれ、パトリックどこにいるんだ？あれ、さっきでも帰学校行ってきてってましたよね。るかな？帰ってきてて、あと修理もまだ終わってない状態のところにも戻ってきてるんですそうですね。かね？そうですね。修理まだ全然してない状態に戻っちゃったので、そうか、プロパガンダもしてねえんだ。プロパガンダもし直しなきゃいけない。したくないよ、プロパガンダ。マーカスが仕込んでたみたいに、隠しメッセージで、全国の労働者を団結せよかなんかって書いときますか？いや、それ、やりたいけどな。もう。あ、帰ってきましたね。帰ってきた。ってことは、いや、でも本当にね、大変ですね、このゲーム。倫理を抱えながらプレイするのは実質セーフ交換モード。王さんなんて嫌いだ。一つも単位を落とさなかったよ。大学の場所について。っていうか、多分、学費発動してませんか？もう。そうですよね。だから本来パトリックさんと喋って発動するイベントのはずなんだけど。いや、多分もう話したのかな。あ、でもなんか今話しに行こうとしてる。ちょっと待て。ちょっと待つんだ。パトリック。どうしよう。とりあえず請求書払うか。とりあえず請求書を払いましょう。しょうがないけど。もうどうしようもないので。でもパトリックさんに聞いても、特にイベントが始まらない。だから多分もう話が終わっちゃってるってことですか？多分もう学費の話は聞いたことになってるのかな。タスク残ってないです、履歴。とりあえずプロパガンダポスターを貼るより他ない。とりあえずプロパガンダするしかない。なんで金がないから。全国の労働者を団結せよ。困りましたね。発動しちゃうのかな、パトリックイベント。イベントのなんかタスクみたいなやつ見れませんか？これですか？多分そこに書かれてないです。書かれてません。ないかな。はい。いや、書かれてるんだったら必ず左上に書いてあるから。じゃあ何だったんだろう。もう終わっちゃったってことなのか、あれ。いや、多分強制的にイベントが発動してだから予告なしでなっちゃったんですよ。どういう意味か分かんないけど。だからこっちでもうタイプ2ものだからと思ってるから大丈夫です。ありがとうございます。だから、本来だったら実質そんなもん。パトリックさんの話してなんだもうだから大学じゃなくて鉱山に行くんじゃなくて大学に行きたいんだっていうような今話をしてるじゃないですか。だからそれを話し続けて自主的にイベントが発動するはずなんだけど、でも発動しないんだよな。いやー、困ったな。何なんですかね。まあこれでもう発動しちゃったらもう今回のデータどうしようもないですね。正直それでもう続けるしかないか。だって防ぎようがないですもんね。そうですね。他に稼ぐ当てがないので。他に稼ぐ当てもないし、なんて言うんだろ
だから突然強制的にイベントが発生しちゃうからお金も払いようがないですよね。別にこっちがサボタージュして払ってないんだったら、あ、そっか、ラネックさんの行動ダメなんだ。禁止行動なんだ。本読んじゃダメなので、もう出たでしょ、お触れが。でもだからさっきマルタさんが読んでた時にも出てたはずなので。そうですね。だから大学って本読むっていうか教科書とか使って勉強するでしょ。もうだから存在自体がダメってなるけど、そういうことなんてなっちゃうじゃないですか。そうですね。でもなんかやっぱ嫌だな。もう勉学をねそうやってするのはねもうダメですよ。ね、勉学できないみたいなこと言ってんのでもう終わってますよね。なんか国家としてこういうことやんっていう話なので。聞いてる学術会議をあれした人聞いてる。ダメだよ。やっぱり発動しちゃった。やっぱ話さなければいいってものじゃないんですかね。もうそうですね。多分強制的にこのタイミングでイベント発動しちゃうんですね。でも12日しか経ってないんですよ。ひどくないっすか。いやー、ちょっと難しかったですね。大学を退学して鉱山で働かされることになってしまったよ。鉱山に行きたくない。心配しないで大丈夫だから。教育費全額を1年で稼ぐことを想像してくれ。それは考えたことなかったけど、どうにかしてこの年を生き延びなきゃいけない。だから男だとか言うな。お父さん頑張るよ。いやー、かわいそうすぎる。はい。学費を自分で稼ぐことを美談にするなっていう話なので、もちろんこれは時代背景もありますし、それを美徳として書いてるわけじゃないのは分かってるんですけど、割と未だになんでしょうね、一般的にもやっぱ言うじゃないですか。俺は自分で学費を稼いでうんたらかんたらみたいな、それはお前がたまたまうまくいっただけじゃないのかっていう流れがねあったりするので。どうすればいいの。いやーでも本当手詰まり感がだんだんちょっとどうすればいいかな。とりあえずというか、あいつがいる。お前ネイサン・ケーラーよ。ネイサン・ケーラーさんさ、ちょっとなんか1億円ぐらいくれませんか。このゲームクリアしたいんだけど、ちょっと厳しいな。なんかあれなそうなもんはあるけど、はい。今ジーンズがすごい値段になってましたね。前にいた船乗りの人のところからジーンズ盗んでおけばよかったのかな。そうか。そうですね。いやでもそもそもなんか盗んでおけばよかったのかなっていうコメントをしたくないです。はい。何ですかこのコメント。いや本当にね、ありとあらゆる泥棒をしながら、それでも全くお金が足りないっていうなんかちょっと救いのない展開になっちゃってますよね。だから金がないんで、交換ですよね。今評判下がったけど評判で監視カメラを買ったんです。なるほど。そっかそっか。だからお金がないんで、とにかくお金用意しなきゃいけないじゃないですか。だからとりあえずは評判を売ってお金に換えるというしかないですね。それ以外の方法はないです。はい。いやまあこれがねよくある、はい、あれじゃなくてよかった。売りすぎると途端に価格崩壊を起こすみたいな現実味がなくてよかった。だからとりあえず請求書は払ったので、これで鉱山から追放されるっていうバッドエンドにはなってないかな。しかし
厳しい。いやーあとは、あれだな。ちょっと待って。お前は用ない。アパートの修理ですよね。はい。だからこれそうですね修理しないと、新しい住人が来なくて多分ほんと積んでしまうので、はい。えああ、びっくりした。何の音だあ音でかいよ。あ、ね。うん、で、あれか、クララさんがタバコを吸ってるのかな。タバコを吸ってますね。うんでもあれは別に許可されてる行動だから今、ブルーで出てた、グリーンで出てたうのかな。ん。うん。だから、ああ、で、お酒渡しちゃいけないんですよね。うんお。酒渡したら暴れ始めるので、暴れ始めるから、これはクリアしちゃいけないですよね。まあ、お金に困ったら最悪そうするしかなくなりますけど、そうですね。でもそうなると、クララさん追放イベントをしないといけないでしょ。そうです、そうです、そうです。はい。うん。アロースさんが、まあ、これは一回見てるイベントなのでね、アロースさんが、クララを追い出してくれって言って泣きついてくるっていう。そうんうん。う。みんな寝てますね。そうですね。侵入はできない。で、多分、アンナさんと喋ったら、多分、あれでしょ、マルタさんの、ああ、話でもマルをされるタさんのイベントされるのかな。でもこのタイミングで、まあでも多分、びっくりマークがついてしまった。多分話さないなら話さないでっていうとこですよね。やっぱりここから120時間で薬用意するしかないですよ。多分放置してたらまただってマルタさん死んじゃうかもしれないですよね。イベント進めないといけないのかな。アンナどうした？カール、マルタにはもっと薬が必要なの。肺につけるシロップ剤。でもどうしたんだ？この薬を手に入れるには違法な手段しかない。輸入するのを禁止されてるの。手に入れられる？マルタの肺には浮腫がある。医者は彼女はもう数週間しか生きられないと言っていた。カール、あの子は死にかけてる。カール、薬を探して。私にできることは何でもやる、アンナ。だが法律を変えることはできない。国境なんて地獄へ落ちろ。必要ならタンクごと盗めばいい。あの子はどんな手を使ってでも生き残らなくちゃならない。薬の名前は？リーベスピリット、または綺麗な精神とも呼ばれている。外国でもう長い間肺の病気のために使われている。ベストを尽くしてみる。そりゃ泣くよなっていう。アンナどうしたんだ？食べ物のために$500必要。どうぞ。ありがとう。市場に行ってくる。マルタがまた病気になった。外国の薬を得るためには時間がかかる。ただこれどうやってクリアすんのかですよね。120時間の設定が出てきてしまったけれども、まあでも多分新しい住民がギミックに関わってそうな気はするので、そうですね。早いことを迎え入れないとまずいですよね。はい。だから手頃な価格のアパートって出てるけど、それはね、なんだろう。出てるのか、ごめんなさい。ドーラ・ノエル、緊急でアパートを貸借したい意思に関わる。部屋を借りようとしている若い学生。2人しかいないのか。2人しかいないんですね。どっちも入れるよ。はい。入居希望者なし。墓場に行くのは違法である。もう何なんだよ、こいつらはよ。権利をそういう風に制限して
統率取った気分になるのは楽ですよね。校則と一緒ですよね。そうですね学校の則ですね。うん、もう完全にお誰の何のためのですっていう感じじゃないですか。はい。何のためのルールだよ。いや本当ひどいのとか、確かポニーテール禁止なのの理由がはい、男子生徒にこういかがわしい気分にしてしまうからダメみたいな法則がある。なんか聞いたことある。はい。嘘だろどうせって思ってたけどガチらしくてはってなってましたね。理解できないですよ。わけわかんない。何言ってんのと。こんにちは。私はアパートの管理人のカールと申します。ドーラノエル、どうぞよろしく。問題があったら知らせてください。もちろん。どちらからいらっしゃいました？私がどこから来たかなんて誰が気にかするの？重要なのは今ここにいるっていうこと。私はここが大好き。首都より混んでないし、みんな仕事についてる。あなたはここが好き？家が上にあるの面白いな。No, no, no. そうですねっていう、はい。私たち共通点が多いね。最近何かあったか？残念だけど何の話題もなし。ここにいる人を誰も知らないからね。着いた後ですぐ風邪をひいたくらい。さっきと同じか。なるほど。まあ相手のね履歴というか経歴っていうかをぶしつけに聞くのはね、もちろん言いたくないこともあるので、それ自体がダメというわけダメ、それ自体がダメよりあれっていうのはもちろんあるんですが、ただおそらくはまあゲームシステムの中で描かれてるから訳ありなのかなってちょっと思わせる何かがあるっていう感じなんですかね。アパートの管理人のカールと申します。ブレフレドル・ブリリッチ大学生だ。何がちょっと噛んでしまいそうな。こんなバカな名前を考えたのは僕のお父さんなんだ。お母さんは私をフルと呼ぶ。私はこれも好きじゃない。これ評判草がとりあえず聞かないでおこう。専門は何ですか？科学、良い大学だね。カエルを刻んで矢という煙が出るためフラストの中で混ぜ合わせる。他のいくつかのひどいものと一緒にね。これ以上勉強したところでもうインスピレーションを受けなさそうですね。私が世界をより良くする人間になるのをカエルたちがどうやって支えてくれるのかわからない。なんかあんまり大学についていやなんかうちの息子大学行きたいんだけどでだから余計にね、大学生の入居者さんの時やっぱ見たらうってなりますよね、今の状態だと。娘のために薬を手に入れてくれてありがとう。とんでもない、手助けできて嬉しいよ。子供たちは国家の色だ。そして今日はこの2つの色しかない。黒と白なんだ。なんか意味深だなでも健康状態ででもこれ以上話すことできないんだ。じゃあもうアロイスさん以外の誰かに頼らなきゃいけないってことですか？多分ですよね。これもでもどうなんだろう。やべ、人が来ちゃったかな。帰ってくるかな。ドーラさんの部屋、ドーラさん下か。そこあれか、夫妻か。ラネックさんですね。もう場所が全然宿題があるのかな、パトリックさん。悲しいな。アームしかない。来た？さあどうだ、誰が帰ってきたかな。やべ、来た。帰ってきました。脱出何のゲームなんだ。脱出。禁止された本を読んでる。
あ、ブルーリッツについて話せる。おーパトリック・フレフレドル・ブルーリッツという学生について何か知ってるか？なんて変な名前だ。彼について知らないけど尋ねることはできるよ。彼は私たちのアパートに住んでいる。もっと知れたらいいと思ってるんだ。じゃあ、パトリックが何か聞いてくれるのかな？私がテディベアにあげたいけど持ってない、ごめん。まだ今日はどうだ？お父さん、私悪い夢をよく見るの。バナーの上に男が乗って、私が息ができないように空気を奪っていく男の夢を見たの。私は息ができなくなって、でも彼は笑って、そして私はまた咳込む。どんな男だ？廊下にあるバナーから。廊下にあるバナーって何？プロパガンダポスター？もしかして。じゃあ焼き払おうか。ねねえ。焼き払いたやっいですね。ぱプロパガンダなんてね、ふざけたことをしているといけないんですよ。はい。ねえ。はい。今年追われている労働者曰く、労働宝くじの当選者はレオ・グビズデック。一度も違反しなかったグビズデックは国の手本である。今年の賞金は10万ドル？いいな。ちょうだい。10万ドルくれ。誰だ？おい、いや、あなた誰だよ。誰だあなた。カール、こんにちは。あなたは誰だ？新しい住人か？ここに住んでいる住人はみんな知っているが、あなたを見たことないぞ。まだお互いをよく知らないが、友達になれたらいいな。私はジョージ・ダントン。どうした？私は調査をしたぞ、カール。あなたは正直者で信用できると思う。そのことに簡単だがとても重要なことを頼まれてくれないか？何をすればいい？あなたのアパートにフレフリドル・ブルーリッツという若者が住んでいる。彼にこの箱を渡せ。どうして自分でできない？私には理由がある。助けてくれた後で教えよう。ただ一つの条件がある。箱を決して開けるな。私を違法事態に巻き込もうとしているのか？報告されることが怖くないのか？恐怖は人々を分断する。私たちには正反対の目標があるようだ。今知っておくべきことは、彼らはこの件について高額の支払いをしてくれることだ。賛成か？怖っ。なんだこいつ。これあれ、だから結局お金に困っている人をそう調査できるだけの何かネットワークを持ったやべえ人たちの一人ってことですよね、あなた。おそらくは。で、その箱開けるなって何なんだろう。いや、だから違法なものが入ってるんじゃないですか？多分。でもなんでそれを大学生に渡すんですか？なんなんですかね。あれですか、実験で何かまた使う用の何かですか？いや、違うだろうけどね、この流れだと。でもまあ確かに、犯罪かどうかわからないから、とりあえずフレフレドリさんに渡しますか。限りなく怪しいけど。まあでもそうですね、頼まれたからまあ一応は、何か起こったら、じゃあ役に立つだろう。箱を渡してくれ。カール、ありがとう。あなたにの借金を返そう。なんでそのドクロマーク出てるんです？なんでだろう。ドクロマーク？でしかもいやさっきのなんか眼帯してる方なんかドクロマークの吹き出し出てたんですけど。ってことはどういうこと？毒？家の買い物？カール、ラジオを買って。あなた管理人なんでしょ？私はいつも電話でニュースを聞いてる。ラジオを持ってきてほしい。だからあれか、ネイさんから買ってくれってことかなのかな。もうだってもう盗みたくないですよ。嫌だもん、もう。マルタの薬について話せる。娘は病気で国では手に入らない薬が必要なんだ。
リーベスピリットというものだ。持ってきてくれないか。これは稀な質問だがリストで見たことがあるよ。$15,000。あー高い。ちょっと待って。高い。分かっていると思うが薬を輸入するのは違法行為だ。いや、まあ。でももう買えるようになった。だからとにかく時間なくなったらもう買うしかないってことか。ですよね。どうやれば手に入るか知りませんけどね。はい。何をしたらってだって今$700足らずですよ。$15,000。ただでさえマンションの修理もしたのに。彼は科学が専攻なんだ。彼は反国家行動のために捕まったことがあるみたいだよ。偉大なるリーダーについて悪い冗談を言ったって言ってるんだって。彼はバカだよ。期待できないよ。バカじゃないよ。バカじゃないですね。こんな国作ってるやつをバカにするのは逆に正しいと思うぞ。そうですね。なんかってことはでもブリュリッチの渡す箱というのはもしかすると、っていうことかな。じゃないんですか。ちょっと聞いてみますか。ちょっと待って。彼は私を救い出してくれた人なんです。それ以外に言えることはありません。彼がいなかったら僕の人生は全く違うものになってたと思います。ダントンに感謝してる。じゃあ、いや、わかんない。どうなんだろう。2パターンありますよね。本当にいい人で、この子を、生かすための、箱なのか、情報なのか、もしくは、助けて、安心させておいて寝首をかくっていう感じなのか。私はこの箱をあなたに手渡すように言われたんだ。よかった。ダントは間違ってません。お金をどうぞ。数値で出ていきますよ。僕が偉大なことを成し遂げるんだ。じゃあ違うな。これもしかしてだから暗殺じゃないですか、目的的に。ってことか。はい、で、そのためにこの人を買収したのか。反体制派が。でもね、やっぱね、暴力とか破壊とか殺人とかで転覆しようとしちゃダメですよ。はい。暴力革命には反対です。はい。私は左翼ですけど。聞いてる、はい、聞いてる。いや、暴力革命、だって暴力だからね。はい。あくまでやっぱ、高潔な精神で取り返さないとダメですよ。っていうかね、暴力に走った革命運動って大体失敗するんすよ。非暴力の半分もないって、意外だと思われるかもしれないですけど、非暴力革命の方が成功率高いんで、だから暴力革命家としてね、だからそういうね、ちゃんとした気骨のある青年だとしても、暴力革命家として使われちゃったら命を失っちゃったりするんで、大体失敗するんだからですよね。結局、尻尾切りができるってことでしょ。そうやってだから若い人を使うですからね。関係性が自分たちの関係性がわからないように。で若い人たちの方がその大義丸め込みないもしもし、カールスタインですが、どなたですか？全国国民宝くじについて聞いた。宝くじが当たったレオ・グビズテックはアパートを探しているそうだ。あなたたちにこの幸運な方を保護してもらいたい。何が目的だ？何者だ？私たちは支持者だ。彼はすぐに多くの誘惑に惑わされるだろう。盗賊や詐欺師がそのばかりかどでお金持ちの彼を待ち受けているんだ。助けてあげたいのだ。彼を引っ越した後、我々の会社に金を投資するよう説得せねばならない。お前もダメじゃん。金目当てじゃねえか。
いやいやいや一緒じゃん。みなんだよ。ノーボーダー溝口。ノーボーダー。あ、高市さんの高市さんサイドの人ともコミュニケーションを取らせていただいててなんかニュースで見たけど、なんかすごいことやるらしいじゃん。ねえ、溝口、堀江、お前らダメ、アウト。はい、ダメです。ノーボーダーは家畜を科学的に飼育管理することを目的としているのだ。我々は農家が何も捨てなくて済むよ。家畜の隅々まで売れる手助けをしている会社だよ。肉は肉屋に、革靴は靴屋に、そして残ったものからアスピックを作っている。アスピック？アスピックは嫌いか？いや、カール、警告だと思ってくれ。私を邪魔するものはアスピックになるだろう。アスピックはもうすぐ国家の財産になる。毒物か？レオグビズテックにはアスピックには将来性があると説得せねばならない。もうグビズテックに？そうだね。だがそんな名前誰が思いつくんだ？早口言葉みたいだよね。ノーボーダーに投資するよう彼を説得するんだ。説得したら報酬を与えてやる。嫌です。いやだから宝くじとかで一攫千金得た人とかが一気にバーンって変わっちゃうんですよね。はい。ご本人もそうですけど、それ以上にやっぱ周りが怖いんですよ。目の色が変わる、自分へのもう媚び売ってるのが分かる、で全然そうじゃない人の姿ですらそう見えてしまうっていうパラノイアを引き起こしてしまうっていうですね、ことがあるのでダメなんです。来た。いらっしゃい。いらっしゃいませ。もうあなたがでもだって勤労したからでしょ、お金もらえたの、宝くじ参加できたの、はい、なんでだからたまたま当たった幸運な人っていう意味合いよりも、勤続十何年も勤め上げてきて、でも45とかでまだお若い方ですよね。それでもね、長年勤めてきた方が正当な幸運を受け取ったっていうだけの話なのに、こうやって周りがね、で我々は彼の支援者で助けた暁には我々の会社に投資をしてもらいたいとか、お前言葉の意味を辞書で引けってなるじゃないですか。助けたいね、周りのやつらね、彼をの財産を狙うやつらがいる、んってなるでしょ。ですね。でなんか下びっくりマークついてるけど、あれかな。そうですね。何かグビズテックには話すイベントがあるみたいですね。だけど今ちょっとや探ししてしまっているけど。や探し。サッカー赤ですね。はい、オッケー。さあ帰ってきたかな。帰ってきてないんじゃないか。まだかな。弓とや。っていうかグビズテックはいなくなるからプロフィール作っとかなきゃいけないのかな。なるほど。いや、そう思ってちょっと侵入してしまったんですけど、ごめんなさい。いや犯罪だけどもう仕方がない。だから彼またいなくなるって言ってたじゃないですか、数日で。そうですね。だから短期間でいいって言っておられましたもんね。でもブルキッチさんの部屋じゃないですか、家探ししたの。ごめんなさい。そうブリューキッチさん。ごめん、前間違えてたはい。でもすぐ出ていくのはあの人でしょ。いや、ブリューキッチ新しく入ってきたそのレオさんがその短期間滞在って言ってたでしょ。でそのフルフレドルさんはあれでしょ、普通にでもそれも短期でしたっけ。いや、だからさっき過去渡した時に数日で出てくよって言いましたよ。そこでか。そうでもどっちにしてもみんな早めに出てっちゃうんですね。そうですね。もうアネックさんしか長年住んでる人いないですね。だから
あなんだっけ名前。ちょっと待って待ってクビズテックと。はい。あれか、本読んでるからかかったのか。あ、そうです。丸田さんのとろ。ころが丸田さんのところが赤くなったのかと思ってびっくりしたんですけど、とりあえずでも話さなきゃですかね。アパートの管理人のカールです。住人として受け入れてくれてありがとう。レオ・グビズテックだ。用事があって数日だけここに滞在するつもりなんだ。ヘルメルには何の用事がある？あ、さっきの会社か。一生に一度の幸運なんだ。あ、ここの場所のことかな。労働宝くじで当たったからここに授賞式に来たってことさ。お金をどこに投資するつもりなんだ？複雑なんだ。最近お姉さんの家が燃えてしまった。彼女は生きてるけど今は家族と一緒に戦線の近くに住んでるんだ。こっちに引っ越してもらいたいんだよな。私には家族はいない。同僚たちだけが私の家族だ。新しい作業靴を買い、道具も入れるケースも買おう。メイとおいにプレゼントを買っている。君が蜂蜜のキャンディーとクランベリーを揃えられるお店も見つけたよ。すごいな。私もクランベリーが大好きだ。一度に2パックしか買えないことを忘れないでくれ。何回か行くよ。あそこには多くの石炭の端木がある。すごいと思わないか？ねえ、この人にもう投資話するやつ悪人でしょ。いや、本当ですね。めっちゃ良さそうな人ですね。だってメイとメイさんとおいさんのね、メイゴさんとおいごさんにいろいろ買ってあげたいって言ってるし、お姉様のことも心配しておられるし、でその人が勝ち得たお金を投資させたいから助けてくれとか、お前どんな悪行を積んだらそんな言葉が出てくるんですかってなるでしょ。嫌だよ。嫌だよ。手伝ってくれないか？明日ショーに行かなくてはならない。今回の授賞式があるからね。僕は工場で働いている普通の人間なんだ。スーツなんて持ってない。葬儀屋でスーツを買ったがネクタイが売ってなかった。そこでデパートに行ってみたがデパートにも置いていなかった。ネクタイを見つけてきてもらえないか？何でもいい。買い物に行けないんだ。工夫してみましょう。あなたは本当に頼りになる人です。お金を払います。そっか。もう広まっちゃったから買い物に行けないんですね。そういうことですね。で顔が知られちゃってるから。大金が人の人生を最悪にしているっていうの嫌ですね。やっぱヘドが出る。この都市は好きですか？すごくいい。ここには多くの工場がある。ヘルメルは確かにパイプの都市だ。昨日は工作機械工場を訪問した。あなたは私たちに多くのことを教えてくれる。あなたは本当に工場のパイプは問題ないと思ってますか？これ反国家的な質問ではこれもちろん工場から煙が上がっているということは工場が機能しているということだ。工場が機能しているということは人が働いているということであり、人が働いていることが国が豊かになって生活も豊かになるということなんだ。ね、もう本当この人に投資させようとするのやめません？いやー、なんか罪悪感が無理でしょ。っていうか性格的に難しい気がするんだけど、あとネクタイはどうしましょうかね。そうですね。青いネクタイが確かあれでしょ。青ネクタイ高騰釣り上がってくれたから多分売ったんですよね。そうですね、売っちまいましたよね。だから安いネクタイの方でいいんだったら緑の、お祝いの時にしかつけられそうにないだからいいんじゃないですかね。綺麗なら何でもいいって言ってたでしょ。そうですね。これでいいか。とりあえずミとヤは大した値段じゃないんだな。なんか値段ばかり気にしているのが嫌ですけど、しかも盗品なのに最悪。そうですね。葬儀屋でスーツを買ったっていうのは、まあ大体基本的にネイビーとかグレーとかもあるので、全部が全部ブラックスーツってわけでもないですし、こうストライプ入りとかもあるからですね、あれですけど、でもやっぱり黒スーツがまあね、どこにでもネクタイさえ変えればある程度着ていけるっていうようなところなんだろうか。
まあでもそうですね。だから葬儀屋でスーツを買った場合にネクタイが揃うわけがないんですよね。緑色のネクタイを見つけた。気に入ったかな。あ、いいね。カールありがとう。$300あればあなたは救われるでしょう。うわー、お金くれた。すいません。いや、本当にすいません。確かあれですよね。はい。700いくらとかの感激代も大金って言われてたので、ネクタイ買ってっただけで300はだいぶやっぱ高いですし、だからこの人まだ金銭感覚がおかしくなってないんですよ。そうですね。もうやっぱちょっといいよ気にしなくて、あなたはもう投資しなくていいよ。あ、カールこんにちは。こちらジョージ・ダントン。どうしてこの番号を知ってる？組織の友達はどこにでもいます。怖い。どの組織について話し合っているのか説明してくれ。私には家族がいる。あなたは私をどう陥れようとしているのか知る必要があるぞ。世界をより明るくしたい。現在の政府ではありえないことだ。高市さんご存知のように現在の政府は自発的な変化をしたくないようだ。あなたの組織の名前は？自信に満ちた革命家か？新たな明日。どうして皮肉る？親友になれるかもしれない。家族を支えるために必要なお金を得られるぞ。もしその説明に命令に逆らったら、そしてレポートを書いたりしたら、あなたの拒絶は、恐ろしい結果に至る恐れがある。もう一度言うよ。友達はどこにでもいる。やっぱりね、新しい将来についての話には裏表があるんだ。卵を割らなきゃオムレツは作れないだろう。子供がいるのだから次世代の幸せな未来のためには自己犠牲が必要なのも分かっているだろう。他の人の命を犠牲にすると暗示しているのか？例えば私の命とか。カール、そうではない。ただ私の行動を助ける快楽を得たい。選択の余地はないと？どうしろと言うんだ。あなたの素晴らしいアパートで私たちの忠実な仲間のためにアパートを売ってほしい。彼の名前はアントン・グルビッツ。アパートに1週間滞在する予定だ。もうちょっと怖っ。やっぱりめっちゃやばいやつやね。1万5,000を準備できるんだったら、こんなやつらにも全く何のあれもなしであっさよならってできたんですけど、でもですよ、いくらねマナ娘のためといえども、人道に背く行いをして、それから先愛する家族と一緒に生きていけますか、あなたって話でしょ。いや、だまあ反政府組織のためにアパート貸すだけだったら別に全然いいんだけど。いや、まあそれは全然その分には全然いいんですけど、でも明らかに脅してるでしょ。いや、脅迫ですよね、話し方が。だから多分何回か今までも言ってきてると思うんですけど、自分が拷問されることよりも自分の大切な人の命が狙われることの方が人間耐えられないんですよ。そうですね。だからそれがよく分かってるっていうことは、やはり狡猾な裏の組織ですよね。もちろんこんだけわけわかんないお触れいっぱい出してくる政府なのでろくでもなさそうなのはわかるんですけど、でも暴力革命ですかっていうところなので、もっとね真っ当な、正当な手段を踏んでの活動ができないぐらい、やっぱこう政府が堕落してるとかってなるとそうなるんですよ。だからそれこそ軍事国家とかになってくると、このレベルのことしなきゃなんですかね。こんなこと言えるのって幸せなのかな。いやでもそうじゃないとダメですよ、やっぱどの国も。やっぱだから全世界が一度に兵器と軍事力を放棄して恒久的平和が実現されるように、私はずっと辛い。なんかいろいろ考えさせられますね。でもそうなんですよね。カールの側にそう選ばせてるのが陰湿ですね。だからそう君が了承したんだろって
でそうじゃないって言ってもいやいやって君が家族のためにってねお涙ちょうだいだったよなみたいな感じでどうせ後々から言ってくるんだろうってことはわかるんですけど、ただ今カールさんの立場的に本当にだからもう家族が全員ここにいるのでどうせ居場所を探す必要もないじゃないですか。そうですね。どうせマルタさんの体調が優れないのでアンナさんとマルタさんをね避難させるってこともできないですし、パトリックさんももう学校こう炭鉱鉱山に行っちゃったらもうどうしようもないので、逆にだから捕まえるのが一番簡単なのはパトリックさんが捕まってしまうかもしれないっていうところで、フレフルドルさんとも接触しちゃってるので、にバッチリ認識されてるから。いやまあとにかくでもこの男に聞きたいことこれじゃないですか。マルタさんの薬のことじゃないですか。とりあえずいやそれはそう誰にでも聞きたい。そうアントン、なぜ私の娘が病気であると知ってるんだ。彼女にはこの国のどこにもないリーベスピリットという薬が必要なんだ。それを入手できるというのか。問題ない。アントンが安全になったらすぐに薬をあげる。怖っ。もうだからで誰かの前世を犠牲にして大義を果たそうとするのはやっぱなんか違うというか、結局後々反転するというか転覆してしまうよねって思うんですけど、あと今気づいたんですけど勤続何年以上だったら、はい、金量宝くじ参加できるって言ってたので、2階に住んでるご夫妻のあの方ラネックさん参加でき、ラネックさんずっと公文書保存係してる、保管所でって言ってたので、もしかしたらそういうことかなと思ってたんですけど、でもそれがじゃあ今すぐもう一回また抽選があるかっつったらないと思うので。そうですね。そうなんだよな。でも仮にお前に賛成したらいくらもらえるというのだ。$3000。これが私たちの協力の始まりになるだろう。でこれがだから$3000とリーベスピリットがもらえるっていう、まあ確かにこちらからすれば$15,000もらってんのと一緒なんで、破格は破格ですよね。でもしくはその、友情の我々の関係の始まりだって言ってることから、3000はあくまで一時金に過ぎない。だからもっと協力すればもっともらえるかもしれないっていう甘い罠を張ってるとも考えられるんですよね。そうですね。やだ。嫌いだけどどうすればいいんだ。アントンは組織にとって大事な人間だ。彼は印刷術が得意だ。制作を暴露する多数の書類を印刷できるだろう。彼をかくまってくれるととてもありがたい。近々工場でストライキをするつもりだから書類が必要なんだ。ストライキはいいことだと思います。それはいいよ。全然それは問題ない。それは受ける。はい。もし革命運動に無理やり参加させようとしなかったらどうなるんだ。我が国の政府に対する認識を教えろ。何のためにリスクを取っているのか知りたい。どうして説明が必要なんだ。全てを知ってるじゃないか。全体統制、バカな禁止、言論の自由が全くない。代わりに何をもらえるというのか。服の割引券か、食料か、石鹸か。人々は夜に聞くわずかな音に震えている。誰かが来て連行されるのを恐れているんだ。ある家族によって書かれた報告書が別の報告書に入れ替わるのはどうだという？大丈夫か？カール、あなたの仕事はどうだ？どんな社会がそんな仕事を許している？政府が割り当てた仕事をしてる。選択肢なんてないんだ。あなたはいつだって選択肢がある。カール、我々を助けるべきだ。やっぱ選ばせてくるんだよな。私たちの子供の時には自分の選択によって刑務所に入れられるような社会ではなくなる。さっき笑っちゃったんですけど、不謹慎に笑ったわけじゃなくて、今の日本だなと思ってめっちゃ面白くて笑いました。お食事券、お肉券、お米券って感じでしょ。ふざけてるよね。
アントンだっけ。いや、この人だから革命家としては言うこと正しいですよ。正しい。いや、そうなんですよ。正しいけど手段が間違ってる。手段が間違ってる。手段が間違ってる。で、だってやっぱ協力を要請するときに脅しをかけてくるっていうのがまずちょっと、いやでもとりあえず賛成するしかないか。リーベスピリットだからな。見たところ私に選択の余地はないということか。アントン・グルビッツか。どうにかしてみる。素晴らしい。気をつけてくれ。いやまあでも、わかりますよ。多分従おうと逆らおうともうこの人はどっち側の敵にもなっちゃうんですよ。そうですね。体制側からも報告受け待って今誰か出てってる。多分フレフレードルさん。ああそっか。もう話すことできないのか。さようなら。でも彼はどうなるんだろう。ダントンのとこに行くのかな。いやでもなんか今さっきの話を聞くとちょっと鉄砲玉にされなければいいんですけどね。本当にまあ日本で言うなら神風特攻隊とかっていうようなね、本当ふざけたあれですよね。はい。いや怖いんだってその音も。いっぱい来た。アントン・グルビッツ、印刷室のあるアパートを探している。ロードベーナー・ペトラッケ。工場の近くのアパートを貸借したい。マーガレット・ザウアー。静かなところでアパートを探している。アンジェイ・ロサール。春の徴兵までのアパート探しをしている。もう徴兵やめよう。徴兵しなくていい社会になろう。ねえ。まあ仕方ないからグルビッツ。とりあえずアントンさん入れますか。はい。で、あと電話が。なんか静かなところにって言ってたでしょ、はい、もう一人のマーガレットさんでしたっけ。はい。静かなところがいい、子供がいないみたいなこと言ってたんで、うち無理じゃないですか。どうなんですかね。無理なのかトラブルになっちゃうのかな。ありがとう。あなたにお金を送ろう。グルビッツをできるだけ手助けしてくれ。彼は重要なことをしてるんだ。手伝いながら見張っている。わかるな。はい、わかりました。疑う余地は全くなかった。後日様子を確認するために電話をしよう。容疑がかかってグルビッツさんを、だからグルビッツさんに変なことしたら私がなんかやられるかもしれないってことですか。容疑がかかっているでしたでしょ、でもどういうことなんだろう。容疑また翻訳のあれかな。もうちょっと待ってよ。とりあえずザウアーどうしよう。ザウアーさんトラブルになるかな。ロバーナ・子供のいるところは無理でしょ。そうですね。ロベーナさんだと長くいてくださるっていうことかな。じゃあロベーナさんにします。まあもしかすると徴兵の間までのっていう短い期間なのか春まで、でも春までって9月だから春までってだいぶゲーム終わっちゃうんじゃないですか。そうですね。春までだったらちょっと勘弁願いたいな。なんだろう、手伝ってるうちになんかうっかり$15,000貯まったりしないかな。そしたらもう一番いいかもしれないですね。だからもうこれ以上あんまりやつに協力したくないので怖いしだからリーベスピリット最悪もらえなくてもっていうね。アントン・グルビッツです。どうぞよろしく。共通の友達があなたが最高の印刷技師だって言ってたよ。共通の友達言い方よ何か勘違いされてるようだが共通の友達はいないと思うぞ。もちろん秘密とその他のことは迷惑かけてすみません。何言ってんのかわかんない。わかんない。どっちなんだろう。
これでもあんまり下手なこと喋っちゃダメなやつ。喋らない方が良さそう。もしかするとですけど、だからターゲットにされてるってこと？いや、仲間だと思わせて受け入れさせたけど、実はこういうアントンさんを見張るっていうか、だから監視役ってことですか？ってことかなって思ったんですよ。だからそばについてろっておかしいでしょ、だって。確かに。なんか引っかかるなと思ったんですよ。でも確かに分かるでもないはないじゃないですか。一応なんでしょう、いつ裏切られるか分からないし、例えばもう外部との接触のね疑惑が出てるとかだったら、そりゃ疑われるのかなって。だからそういうことがないように見張ってろってことなのかなと思ったけど、このしらばっくれがどういう意味合いを持っているかによってはちょっと話が変わってくるかな。大事なタスク。ナースはちょっと大事なタスク。そうですね。名前出したらやばいですよね。ちょっとこっちだけ聞いてみますか。何のお仕事なんですか？何言ってんのかわからんよ。一時的にいるだけだ。数日でクラス B のホステルに移動する予定だ。印刷しなきゃいけないパンフレットは？ああ、これか。家でやろうと思っていたちょっとした仕事なんだ。心配しないで。住人の邪魔はしないから。どっちだろう。どっちなんだ。待ってそのびっくりマークなんです？プロパガンダポスター。見てたからか。そう。なんだこのポスター。剥がしていいよ。剥がしていいよ。剥がしていいよ。剥がしていいですよ。剥がしていいよ。それは満場一致で。なんだこれって、やっぱなんだこれって思うよね。剥がしていいよ。どうすればいい？でもとりあえずはまあ話進んでないからまあほっとくしかないか。お酒渡して$5000もらえるとかなら渡すんですけど、全然こんなじゃないですよね。やっと工場に近いふさわしいアパートを見つけた。コンベヤーで働いてすごく疲れたから家に帰る気力がない。このアパートを気に入ってくれることを願ってます。ありがとう。アパートにある火災報知器が鳴ってるの？順調に作動しています。私はいつもメーターを確認しています。どうして何か気になりました？私は工場で働いていろいろな機械を組み立てるのが好き。アパートからハンダの匂いがしても気にしないでね。教えてくれてありがとうございます。ハンダってあれですかね？ハンダゴテのハンダですよね。ハンダゴテのハンダですね。太陽が見えたのは今週では 1,2 回だけです。もうじき寒くなります。片頭痛になるから秋は嫌い。天気のせいですか？違う。片頭痛なの。ベルトコンベヤーの仕事は楽しいですね。何をされてるんですか？政府の取り付けた電化製品用のエンジンを組み立ててる。女の仕事ではないと思う？でも実際工場ではたくさんの女性が働いている。私たちは機械設計のコンクールを開催しているんだけど、女性が洗濯機の部門で記録を打ち破った。これは素晴らしい。いや、ほんとすごい。このジェンダリスティックな質問しないでください、カールさん。なんかスープ作りがどうとか言ってるけど、これ良くないですよね。セクハラでしょ。これがだからこのスープ作りがどこから出てきてるのかにもよるんですよ。自分がスープ作りが得意だから聞いてるのか、アンナさんが得意だから聞いてるとかなのか、それかペットラさんにジェンダー的なじゃあね、スープ作りコンテストとかでその家庭に入った時の練習とかしないのって言ってるのであれば、ちょっとカール一回ラリアットをさせてくれ。怖くない怖くない。音花怖くないよ。ねえ。面白いねカール。ユーモアがある。もし主婦が国を治めたら、人々がお腹を空かせることはないだろうね。私たちのシフトマネージャーも女性。彼女は政治家を目指してる。なんか単に気持ちが悪いとか言ってるんだけど。喧嘩売ってるか？こっち来いカール。カール、話し合おう。いや、拳で話そうか。なあ。でか、この方はフェミニストですね、多分ね。ね。
こういうキャラが出てきて嬉しいですね。嬉しいけどカールはちょっと殴らせてほしい。嬉しいけどカールのその態度何って。キモただそうでも時代背景とこの時代背景って言ってもでも1984年でしょ。そうですね。まあそれでもやっぱり古いっちゃ古いし、まあ日本だったら多分そんな人おじさん多かったでしょうね、きっと。それにやっぱこういう国、なわけで、でアンナさんと、マルタさんは守る、パトリックは男だろ頑張れって言っちゃうっていう時点でやっぱカールさんが家父長制の見事なになってますよねっていうことを言ってるからかなって思うけど、でもこの人なぜなら彼らはサンタクロースと同じく症状上の存在なのだ。いや1984にはもう女性政治家とか大統領いたわ。世界中サッチャーいただろ、サッチャー。いや日本にはいなかったかもしれないけど他国にはいたから。女性に対するあなたの見解はとっても広いね。これなんて言い換えればいいですか。あなたの熱い信心深い愛国主義のせいで私はまた頭を抱えることになった。頭が痛いのは普通でしょう。出ていけ。めっちゃ嫌われてしまってなんでこれで評判下がらないの。クズじゃん。いやでもだから残念なことに、ペトラさんとかの方が少ないってことでしょ。まあそうなんでしょうね、この世界観で今みたいにひどいことを言われたりとか、ジェンダーロールでガッチガチに殺されてしまうって分かってても臆せずにものを言えるあの方が強いっていう、あの方がやってることって素晴らしいんですけど、あれをやるには命がかかってる場合もあるんですよね。そうですね。そうやって女性の権利について訴えるだけで命が脅かされるのもあるので、まあ日本も似たようなもんですけどね。バカみたいに叩かれるから本当にちょっとなんかバックラッシュっていうんでしたっけね、バックラッシュっていうほど日本進んでなかったですけど、でもやっぱ変わってないなって、この1984年のビホルダーの世界観の中のこのカールが今まだいっぱい日本にいて、なんなら政治家の人たちみんなこいつっていう、ところ。パートリックがなんかとんでもないこと言い出したぞ。お父さんもう我慢できない。もう一度鉱山に行くなら死んでやる。ごめんなさい、ちょっと気づいてなかった。いやすいません、話進めちゃって。どうすればいいんだ。国を離れたいよお父さん。ここにいたら僕は人じゃなくなってしまいそうだ。そりゃそうだよな。いやだから毎日頭が悪くなってるのを自分で感じ取ってる。こっから抜け出す方法が何一つないんだ。甲府っていう一応は単純労働ですけども、びっくりするぐらいの過酷な状況で働かせられるし、多分年功序列とかもすごい厳しいだろうから、まだ17歳のパトリックさんに対しての扱いがひどいのは分かるっちゃ分かるんですよ。分かるんですけど、であともちろん一応注意として甲府の仕事をちょっと差別的な批判をしているっていうのはその通りだなっていうのも思いますけど、多分ね、パトリックさん的にも、あとこのゲームの意図的にも、そうやって甲府と呼ばれる方々を使っている側への、なんでしょうね、搾取を批判するためにこの話題を入れてるんだろうなっていうところは感じるっちゃ感じるんですが、だって本当になんでしょう、物理的にも危ないじゃないですか。いつね、地盤がどうこうで、
うん埋もれてしまうかもわからないですし、何か事故が起こってもみんなね、炭鉱に入れて、炭鉱じゃない、鉱山の穴の中に入れて埋めちゃえばね、みんななかったことにできちゃう。ね、落盤事故でって嘘をつけるっていうぐらい、やっぱすごく、なんでしょうね、やっぱ人間がやる労働の中でもだいぶ、人権のない労働環境、環境ですね。甲府自体の仕事をっていうことではないんですが、ただその生活に困った方々がやっぱ甲府にならざるを得なかったとかっていうところを考えていくとね、そうだ、福岡県にも実は山本作兵衛さんというね、ちょうど炭鉱とかで働かれてて絵を描いていらっしゃる方がおられまして、その記憶だけあってお名前を忘れてたら烏丸さんが見つけてくださるっていうすごい面白いことが起こったんですよね先週。そうですね。のででも本当にだから17歳のパトリックさんにとって暗闇の中、薄明かりの中、ひたすら掘っても掘っても終わりがないっていうところでいなきゃいけない。今までだって大学生としていろんな自由を謳歌してたわけじゃないですか。本を読む自由で、甲府よりかはなんでしょう、生活的にも不自由はない。朝も多分甲府よりかは早くないし、甲府よりかは遅くないっていうとこですし、なんでね、気が合うお友達と一緒にね、ミュージカル舞台を見に行ったりだとか、ね、勉強して知識に触れる本っていうことをやってた人が一気になんでしょうね、だからパトリックさんを評価してくれる世界から突然一個人っていうか、本当それこそチェスの駒の一つポーンになっちゃったみたいな、ネームレスになってしまったっていうような感覚なのかなって思ったら、やっぱちょっとゾッとするというか、わからでもないけど、でも命を守ってほしいけど、やっぱこうやって命がこうなんでしょうね、もう精神が追い詰められるぐらいまで追い詰められてるのに、それから逃げられないような環境っていうのはやっぱおかしいですよね。思わせる時点でダメなんだけど、はい、ですね。どこに行くつもりだって言うんだ。同僚の一人が北ボレアでプロファイルの専門家が必要だって言ってたんだ。僕が大学で持ってた同じプロファイルだ。無事卒業していい仕事に就くことができるはずだ。南ボレアじゃなくてか？同じとこじゃないの？甲府。いや、これ甲府の一般の話じゃないと思いますけど、地理学を大学で教わってなかったのかと。パトリックさんは多分分かってなかったんでしょうね。北と南が違うんだ。だから DPR 系と韓国みたいな感覚ですよね。プロイセンとウンタラみたいな、ベルリンの壁で北ボレアと南ボレアはもはや別の星のようなものなんだ。お父さん笑い事じゃない。いや、笑っていうことじゃないな、確かに。いや、それは反省しろよ、さっきから。お前で、本当に甲府として働いておられる方々の中には、やっぱ望んで働きに来ている方が全てじゃないのは、パトリックさん見てても分かるので、やっぱ学ぶ機会を奪われた人々っていうふうに考えると、哀れな甲府たちっていうのは分かる言葉、それ自体は分からでもないんですけど、でも彼エリートですからね。だから結局ここにいるってことは、なんだろうなっていうとこではあるので。しかも政府側の人間だし。そうですよ。分かった。いくら支払えばいいって言うんだ。たくさんだよ、お父さん。1万ドル。お金がないよ。なんで現実でもゲームでもお金がないって泣かなきゃいけないんですか。自分でできることを考えてみる。
ありがとうお父さん。とりあえずでもやっぱね48時間嘘でしょ。はちょっと無理なんだけど。パトリックが外国行くための金を48時間いやちょっと無理だろう。ちょっとグミズテックさん助けて。じゃあやっぱ薬代に当てる暇ないですね。薬代そうですね、ダメですね払えないですね。だからほとんどの金をでしょ。やっぱだからリーベスピリッツはやっぱりもらダントンからもらうしかない。自分で買うのは無理そうですね。いやーでも本当この人に投資を相談があるんですが、ちょっと混乱してるんだ。お金をもらったんだけどどうやって使うべきか全然わからないんだ。カール、どこに投資すればいいかな。何かアドバイスをしてもらえないか。これは親族を助けてほしい。親族を助けてほしい。いいよ。いやもうちょっとごめんなさい。すいません。分かってるんですけど、分かってるんですけど、やっぱり私たちはこれだけ素晴らしい方を裏切ることはできません。私はね、唐沢さんどう思いますか？いやー、さすがにちょっとね、畜産業はないよなっていう気はしますよね。この展開騙してるじゃないですか。だってさっきのやつらでしょ。だってその畜産業だと多分さっきのやつらでしょ。そうで投資どの道投資しても多分失敗するような気がするんですよね、どれも。だからさっき言ったように多分働き詰めでコンサル挟まないと専門知識もないからおそらく運用とかできないと思うので、だし今のこの不安定な時勢に、その企業がなくならないとも限らないわけで、でってなるとですよ。だからその銀行も手堅いですけど、手堅いって思う我々はね思うけど、ただこの時代の銀行が一体どういう風なのか、あと外資のあれもですね、だからね日本円をいっぱい用意してたらね円安になっちゃってどうしよう、ウハウハかなってね、ホクホクかウハウハみたいな感じにね、なっちゃうかもしれないし、ってなったらやっぱおっしゃっておられた通りやはりご親族に当てるべきではある。しかないですよね。ただね、ただそれはそれで自分のために使ってほしいってなったらあれなんですけど、ただそれによってねご親族がアントンさんをなんか金づるって思ったらそれはそれで嫌なんですけど、でも多分そんなことないと思う。いやもうなんか疑いたくないけど、いい人を見ると守りたくなるんだ。魔法少女だからどうしよう。わかんない。やっぱご親族助ける方がいいですよね。どうなんだろう。だってとりあえず親族助けてみたらっていうところですよね。それででもそれはちょっとみたいな感じで言われたら銀行かなっていう。そうですね。あなたは自分の親族に手を差し伸べるべきだと思います。家族は一番大事なものだから。人によります。そこは人によるけど。私もだ。もしお金を増やしたらもっと多くの人を助けることができるよ。確認するで OK になっちゃうのか。選択肢に戻ることもできる。あれか、だから反応を見て決めてもいいっていう。ずるい作り方。ずるい作り方。ずるいですね。ねえ。いやでもだからお金を増やしたらもっとたくさん当てられるって言ってたのか。家族のために使うための原資にしたいっていうつもりではあるのかな。でも銀行って大丈夫なんですか？ちゃんとでもこの国怪しいですよね、正直。だから何言ってても大丈夫なのかっていうなりますよね。日本でもなんか日本いろんな国であったでしょ。結局もう引き出せなくなるみたいな感じで銀行に人が殺到してわけわかんないことになったみたいなこととかもあるから、その銀行が安牌かって言われると時代背景考えるとそうでもないよねっていうとこではある。下手すると国に差し押さえられてさよならかもしれないので、はい、ね。
うんまあ確認するにしますか。はい家族は一番大切なものだ。そうです気づね。かせてくれてありがとう。姉の家族は住むところがないんだ。彼らを助けなきゃいけないな。うんあそれでいいです。ーうん確か燃やされたって言ってたでしょ。で戦でしょ。そうやはり我々が一番許せない国ぐるみの人権侵害じゃないですか、戦争って。そうですね。それがやはりあると考えたらうんそのなんで銃のもアイコン出たの今。今一瞬銃のアイコン出てましたよね。ちょえ大丈夫ラネックさん。ラネックさん大丈夫か？どうした？何も話すことはないって言って。本当に？本当に？大丈夫？あ、グビズデックさん出てっちゃった。さよなら。まあしょうがないよな。だってうん家族を助けろって言っちゃったんだからうん当然っちゃ当然ですよね。でもそれでいいと思いますよ。だから、うんあとはあの方を襲うような恥知らずがいないことを祈る、より他ない。そうですね。なんで銃のアイコンが出てるんだろう。怖い。怖いですね。うん誰ですか？修理して次の住民受け入れる。でもあんま新住民のタスクあんま出てきてないですね。そうですね。うん。ああ、でもこれはちょっとまあ話さない方がいいか。もう自由にさせておきましょう。怖い。怖い。怖い。でももう手伝ってくれることがないんだよな。とりあえず新住民入れるしかないか。音がでかいんだってば。最初くしゃみに聞こえて、はい。で多分マーガレットさんダメなんじゃないかな。とりあえずロサールを入れますか。でも待って。あ、ごめんなさい。入れちゃった。いや子供のいる家庭から離れているだったから、もしかしたらその低層階に入れてたらダメだったのかも。上の層に入れるんだったらいいとかなのかも。そういうことか。やっちゃったらまあいいか。まあいいか。いや別にいいんじゃないですか。次また、多分誰か出てくから動きはどうせなんか割となんか今回入れ替わりが激しいですね。そうですね。だいぶいなくなっちゃった。というか、いやー、困ったな、なんか。まあどうせ、どのみち印刷業が。金をなんとかしないと。38時間、ちょっと待って、いや、本当に、いや、オタクこういうところでね、臓器売るって言い出すじゃないですか。はい。ダメですよねっていうのをすぐ、すごい思って。で実際やっぱこうやってお金に困ってる方から臓器を取るっていう、なんでしょう。イリーガルな、あれがありますよね、確か。なんだっけな。割とミステリーとかでも多いんですよね。なんか売買、臓器売買みたいな。だからまあこの国でそれが横行してそうではあるみたいな気はする。仕事について話すと喧嘩になるからやめよう。そうですね。全部カールが悪いからね。ラネックさん。ラネック。ちょっとどうして？なんか出てました？いや何も。どうしたの？どうしたんだ？いやちょ話すとこないって言われた。出てっちゃった。何の前触れもなかったですね。なんか出てました？いや出てない。どうしたんだろう。なんか入ってきた誰かと会わなかったのかな。そういうこと。マルク・ラネックが職員の贈賄を報告した。あなたはクラウス・シンメルの資料を違法で手に入れようとしたため警告と罰金。そういうことかよ。マジか今ここで来るんだ。でもラネックさんの何か気に障るようなことしました？
いや報告して違う助かるとして思っないしてないけど、ラネックがその正義感で職員の贈賄を報告して、それで国から追い出されたんですよ。でその時に私がそのクラウス・ジンメルの資料を手に入れたこともバレたんですよ。いやまあもう報告した経緯が何であろうと変わらないからな。3000？でもやばい。でもどうしようもないじゃん。やばいぞ。だってこれはやばい。だってここで3000抜けたらやばいでしょ。やばいですね。やばいですね。どうしよう。さっきの勤労宝くじがフラグだと思ってたんだけどな。なんかラネックさんに何かしてね受けるとかだと思ってたんですけど、だから10だったのかな。でなんか話してましたもんね、妻さん帰ってきた時に。ちょっと待って、わかんない。アパート管理人のカールと申します。アンデイロサールです。徴兵を待っています。あなたは義勇兵なんですか？イエスさん。そんな返事しなくていいよ。あなたは戦線に行きたいと言うんですか？はい。どうしてそうしたい？国を守って英雄になりたいんですか？私はただ人を殺したいだけだ。怖いんですけど。殺人鬼的な。いやまあそして離れるがいい。戦争するってのは最高の考えなんだ。やばすぎる。なんか多分そして離れろって多分あれでしょ、多分。違う多分語訳ですよねこれ多分。なんかどうなんでしょうね。私は父のおかげで戦線に出向かずに済んだんだ。だが私はこの問題の解決に取り組んだ。なるほど。殺されるのを恐れてはいないのか？父親のおかげで私は最高の武器と防具を手に入れることになるんだ。最悪の場合は人を盾に使う。いやだから本当にこいつこういうメンタルですよね。人間でチェスゲームがしたいみたいなこと。いや何か変わったことあるってこいつが変わってんだわ。次から管理人がおしゃべりじゃないマンションを選ぶことにしようか。っていうか親御さんが権力者ですね、間違いなく。多分そうですね。というかこいつ報告してよくないです？追い出します。でいいんじゃないですか。追い出しますか。追い出そうか、さっさと。それかゆすりますゆすりますとかもう嫌なんですけど、それはそれで嫌なんですけど。でもだってまあでも人を殺したいって言ってたのを言われたくなければってお金を要求してもですよ、別にこんだけ偉そうに言えちゃうから何とも思ってなさそう。ですよね。人を殺すために戦争に行きたいと思っている。もう最低。いや現実知らない。いやでも現実知っててもこう思う。自分は関係ないみたいな人、だから本当にサバゲーの感覚ですよね。込められているのは実弾だが、自分は関係ないみたいな。どうします？報告すればまあ追い出せると思うんですよね。でも脅迫状も書けばお金もらえるから、その分さっきの、ラネックさんの分のいくらかの足しにはなるっていう感じですよね。そうですね。ラネックさんの懲罰金の足しになる。結局パトリックさんの学費には間に合わないのかな。でもどうなんだろう。パトリックラネックあと16時間しかないのか。やばいな。だって今3000払ったら半分なくなるでしょ。でも脅迫状でどのぐらいお金、でも脅したくないですよ。もちろん脅したくはないけど、でもこいつ牢屋に入れてほしいです。危ないですよ多分。危ないやつですよね。普通にスクールシューターとか、でもスクールシューターは怒りがないとしないから、だったらシリアルキラーの方がまだあるか。ちょっとなんかなんて言えばいいんですかね、こういうの。なんか脅したところであの人がおとなしくなるんですかって話ではあるけど、お金がない。
だって、パトリックさんだいぶ追い詰められてましたもんね。やばいですね。25時間以内に1万。いやー、だって金が浅すぎる。そもそも7500ドル準備していれば、パトリックさんは辞めずに済んだので、2回目、だからパトリックさんにとっては2回目なんですよね。だから1度目も2度目も助けてもらえなかったっていうショックは大きいんじゃないかなと思ってて、そうですよね、もしそうなるとですけど、で実際その鉱山でのお仕事で心身ともに疲弊しきっている中、その絶望が来た時に立っていられるか、前向いてられるか、生きていけるかって言われたらだいぶちょっと難しいメンタルの可能性は高いかな、できれば助けてあげたいから、ちょっとどうすればいいんだちょっと待ってなんでこんなひどいことするの？いやでも現実ってこうなんだよなっていう、なんかこうゲーム的なマジカルな解決策を取らせてくれないあたり、やっぱなんかそれが真摯でもあり、でもプレイヤー側の苦しみにもなるっていう。いやー、で払えなかったらどのみちこれ多分死ぬからで捕まりますよね。逮捕されてゲームオーバーだと思うので。そうですね。あなたは逮捕された。あなたの家族は全員生き残れなかったとかわけわかんない。またナレーション入るんでしょどうせ。勘弁してよ本当にもう。だから少し近づいたけど後退しちゃったので、あと25時間以内になんとかしなきゃいけない。だからもうこれでマルタさんの薬リーブスピリッツはちょっともう自費購入は難しそうなのか。そうですね。もともとパトリックさんの1万があるから無理は無理か。とりあえず脅迫してみますか。まあとりあえずやってみますか。嫌だけど。本当は倫理的に許したくないけど、ただ彼をね放置するわけにもいかないし、まあ殺人をやめてほしいのではい。拒否した命令、だからあれか、違反、あなたがどれの犯罪に行為に触れたかを見なきゃいけないのか。そっか、すいません、そういうことか。いやで誰か帰ってきたな。やだな、報告書作りも時間かかるんだよな。だから命令を見なきゃいけないんでしょ。命令書か。そうで、それのどれに殺人だから結構前ですよね。あれ、なかったっけ。戦争で人を殺すのは合法であるとでも言うつもり？なんでないの？そんな話、戦争についての話は禁止？でも戦争についてでも違うか。で命令番号と日時も必要なのか。っていうか、もしかして命令番号がないのか。命令番号がないからできないってことか。なのでさっきの死神の話だけではダメってことですか。一応戦争の話をしましたよねってね、なじればどうにかなるかもしれないですけど。待って、プロパガンダのポスターを貼るのは禁止されてるじゃないですか。いや、これは多分反政府ポスターですよね。でもプロパガンダって書いてあるじゃないですか。なんで我々に貼らせたんですか。我が党のポスターは合法なのですってあれでしょ。だから結局そのね、知事選市長選を同時にねぶつけてやるから、大阪ではね、衆院選の話ができないっていう奇跡的な、奇跡的な作戦みたいな感じですよね。向こうは良くてこっちはダメでみたいな。ということは報告。でも銃だから、さっきもしかして銃のマーク出てたけど持ってたのかな。
でも武器の所持はまだあれ証拠として取れてないからどのみち報告はできないですよね。あー、誰か持ってないっすか？誰かっていうか薬とかもありましたよね。薬もありましたね。でも、まあけど薬も関係じでもゃないから、誰も、やっぱり違うのか。人を殺すため戦争に行きたいだけど、普通にプロファイルで報告してからちょっと収監してもらう方がいいんじゃないですかね、あの人は。プロファイルでとりあえず報告しちゃいます？他に家の中見て何かもうちょっと情報を得るてもいいですけど、あれですよね、報告する数が多い方がいいですよね、確かキーワード的なものが。そうですね。だからちょっと今は増やさない方がいいか。いや、ネイサンさんなんとかしてくれない？助けて。日頃のご愛顧に感謝して。助けて。1万ドルが必要なんですよ。本当に助けて。どうしよう。いやー、でも高く売れるものがないんだよな。ないですね、やっぱり。やっぱラジオ受信機は買えるか。いやでも今買ったらもうお金なくなるしな。そうですね。ね、戦争ってこうなるんですよ。戦争になったら金持ってても意味ないっていうのは、まあでもそれだいぶ追い詰められてからの話なので、金持ってたら最初のうちは安全なんですよ。庶民を先に戦地にやっていくだけなので。なんか帰ってくんなよ、そのまま。なんかもっと違法性の高い物がないかちょっと探してみましょう。ナイフだ。とりあえず盗んでおこう。でも赤い文字出なかったですね。で、武器の所持は違法なのかな？ここなんですけど、カメラ仕掛けておいてなんか犯罪行為抑えられないですかね？もしかしたらどうなんだろう。でもカメラで見た時って犯罪行為した時にどうすればいいんですかね？カメラで映ってる中でその犯罪行為した時ってどうやったらそれを抑えるこっちが情報として取れるんですかね？あれ1回だからカメラの下で何かやってる時にここをクリックしたらできましたよ。じゃあ OK。そうでしたね。ヤコブさん野菜ヤコブさんっていう人を捕まえた時にそれをやっているので、それは問題ないはず。アンティークのバイオリンとか高く売れないんですかね？どうだろう。もうそういう発想になってしまう。もうなんか嫌ですね。バイオリン。はい、ありがとうございます。全然嬉しくないけど、何がありがとうなんだよ。今すごい自分が嫌になる。でもこの気持ちを忘れちゃダメですよね。ダメなんですよ。やっぱ我々は犯罪行為をしていて、それがどんな理由があろうとね、そうですね。本来正当化されることはないので、とりあえず戻りますか。しかし時間が、大学が閉鎖された。半数が戦争に送られた。じゃあどのみち大学はダメになってたということなのか。なんだろうな。ね、やっぱこうやってね、学べない国ってこうなるんですよ。だって学校に集まってる若い子たちって、いい戦力ですよってなっちゃうでしょ。企業的な戦力じゃなくて、その物理的な戦力ですね。若いというだけで戦力になってしまう。目もある程度見えるだろうし、体力もある程度訓練させれば出るだろうし、ね、相当やっぱ長い間生きてきてるからこその狡猾さがないから素直に打ち直すことができるっていう、ね、プロパガンダに染めることができるっていう。そうですね。どっちにしてもパトリックさんに逃げ場がない。逆に鉱山勤めの方が
マシだったっていう、まあ今結果論ですよ。結果論ですけど、そういうことですかね。まあ可能性はありますけどね。いやというかあと10時間しかない。どうしよう。やばいな。ちょっと待ってパトリックさん。どうするかな。でもグルビッツのイベントもまだ進まないし、請求書は支払いましたけども、もうなんか10時間通報できる人間がいないのか今。ちょっとこれは美術が好き。アロイスさん何もないのなんで。いや招集ちゃんとしてないからじゃないですか。いやもうちょっともうもういいよ。ね、パパに最高の武器と防具を準備してもらうんだっていうスネ夫ムーブどうにかできないんですかね。どう考えてもダメだと思うんですけど、ただ戦争になるとそういうのが重宝がられるんでしょうね。上等な武器だぞって大嘘をついてね、中古のなんかやばい暴発しそうなやつ渡して捨て駒にするんでしょうから。まあとりあえずやつを報告しましょう。もう時間ないから、そうですね。とりあえず何でもやってみるほかないですね。だから職業が無職か。多分職についてないですよね。そうですね。人を殺したいと思ってると。最悪です。国にとってはいいのかもしれないですけど、あれか。報告した時に確か言われますよね。違法省だ。はい。アントン・グルビッツという母国の裏切り者が1週間お前の家に滞在していた。知りません。彼は革命における諜報エージェントであるにもかかわらず黙認のために君は罰せられてしまう。あなたの仕事を監視をし、そこで起きた出来事を全て報告することだ。もしこのようにしなければ反逆者であるか職務怠慢ということになるぞ。これは容認できない。罰金を支払ってもらうことになる。お金取られた。アントングいやだからアントンがスパイだってことが向こうにバレちゃったから。でもまだここにいるでしょ。なんで？どうしてなんですかね。でももう罰金取られたでしょ。何？この紙を投票本部に持ってきなさい。なんだそれ。選挙？この国の選挙制度を疑いたくはないですけど、おいグルビッツどうなってるんだ。ちょっと気を要しますね。あなたは政府のために動いているということか？もちろん私は政府のために働いています。すべての国民は偉大な国のために働いているのです。逆です。すべての民のために国があるというだけの話です。私は他のことについて話しているんだ。あなたはダントンと彼の運動を欺いているということか？地獄に落ちろカール。私は印刷屋のただのエンジニアだ。何かが起きたとしてもあんたには関係ないことだ。もし何かを見つけたらそれは自分で捨てたものだということだ。そっとしておいてくれ。なんかのヒントかな？何か必要なものがあるのか？家でやるつもりの仕事のためにあといくつかアイテムが必要だ。締め切りに全然間に合わないから数分休憩さえ取れない。ハサミとペンキを持ってきてくれたら嬉しい。なんで突然地獄に落ちろからそんなこと言い出すんですかね。ゲームって分かってるけどさ。もうそれ尋ねますか？でも創設者の生涯、運動なんて何もない。仕事の邪魔だ。ダントンを裏切っている？どっちなんだろう。なんか翻訳でよくわかんないですね。グルビッツが政府側の人間なのか裏切り者なのか。だから多分政府の諜報員として組織に
潜入してたけれども、そっち側の思想に染まってしまった的なことなのかもしれないけど、うん。わかんないですね、どっちだか。ちょっと、こんな、八方塞がりが過ぎますね。どうしよう、5時間。ていうか、さっき報告した人を殺したがってる人のことはどうでもいいんですか？それもなんかね、話が進まないというか、ちょっと、報告したけど結局お金にはならなかったんですね。で、しかも、あれか、アントンさんがいるから、その分の罰金がもう強制で電話取った時点で取られましたね。でも、電話取らなかったら取らなかったで、それも罰金でしたよね。まあ、そうですね、おそらく。確かなんか、電話に出ないと、処罰されるみたいな言ってましたよね。だからすぐ出ろみたいな。じゃあもう一個あれか、別の電話でプロファイル受け付けましたっていう電話が、いつもプロファイル送った後電話かかってきますよね。いや、かかってくるとは限らない。だからなんか犯罪とかあったら、かかってくることもあるけど。そっか、そっちか。うん。でも、さっきのは結局盗んじゃったからあんまり大きい声でヒートして言いたいわけじゃないけど、アンティークのバイオリン、ネイサンさんのとこ持ってて、ちょっといくらぐらいの値になるか見るかしかないですね。あれが1万ぐらいだったら、あともう評判でカメラ買って売りまくるしかないか。でもあと、まあ、あとは結局、さっきの人のところカメラ仕掛けたから、カメラの下で犯罪行為してくれてればね、すっぱ抜けるんですけど。ギター弾いてるだけだから、あれは違うか。赤いの出ました。本読んでる。本読んでる。収集した証拠。けど本読んでるぐらいで、でも本読んでる人を通報するのはなんか嫌だよ。相手がいくら戦争で人を殺したいんだとかわけわかんないこと言ってるとしても、本を読んでるからっていう理由だけで通報するのめっちゃ嫌ですね。それよりもっとやべえことがあるんだよ。命令番号と6054、命令番号があるから、じゃあ脅迫状にしますか？いやでももう脅迫しても間に合わないのか、どの道。あともう時間がないから。どうすればいいの？もう姉さんも来ないですしね。行ってしまった。パトリック。行っちゃうの？とりあえずマルタさんのためにどうにかしないと。でも自分の息子のためだったらどうでもいいっていうわけじゃもちろんないけど、なんかもう全部が辛い。全部。なんだ？警官？どういうことだ？なんでアンナさん表に出てるの？何がどうなった？はい、何ちょっと、っていうかなんか2人とも向こうに行ってるけど。どういうことだ？交通整理してるんですかね、これ。何？何があったか教えて。何が起きたんですか？何みんないなくなった？何
今の何？わかんないです。とりあえず姉さんに話をしますか。何今の？バイオリン900円。 919円。はあ、もうあ、帰ってきた。結局あ、でも何も変わもうびっくってないんだ。りしたじゃん。さっきのイベントで外出ちゃうからさ。もうよかった、何もなくて。けど、マルタちゃん、もしかして病院行ってきたとかなのかな。マルタちゃん。あー、かもしれないけあど。ーでも、でも、とりあえずなんとかビッツさん、印刷業の人のタスクを終わらせて、あれを進めないと、新たな下からの報酬がもらえないんですかね。でもそういう問題じゃないけどさ、もう何が正解なのかな。ハサミ安くてよかった。と、ペンキ？ペンキはでもないですよね。ないですね。ない。なんでどこにあるのペンキなんて。まあ多分また住民の中の誰かが持ってるとかなんでしょうけど、でももう追いつかない心がね。さっきのすごい国家権力バリバリで嫌な感じの人たち誰だったの？何だったの？何なんでしょうかね。すごい苦しいですね、本当に。ね、戦争なんていいことないんですよ。はい、悪い知らせ。はい。あなたの息子であるパトリック・スタインが中央銀行の強盗に参加し警察に殺害された。は？哀悼の意を表する。思ってもないこと言いやがって。あなたの息子は未成年であるため、中央銀行の被害としてあなたは5000銀の罰金を請求されることになる。そういうことか。パトリックを救えないとこうなるんだ。カールがパトカーに放り込まれるのを見に来た。彼の顔は血だらけで、この時にズボンの紙束があったところには穴が開いていた。警察が布地ごと引きちぎったのだ。この時に罰金$5000持ってたとしても、まあそうですね。そこから先どうやって生きていこうって話でしょ。その短い人生が惨めに終わる時まで、ずっと彼は家族に起きた出来事について考えていた。なんで人生が惨めなのかわかる？こういう国だからだよ。その通りですね。いやー、なるほど、そういうことか。なんということだ。でこういう国じゃなかったらカールはあんな極悪非道の家父長制お化けみたいなこと言わなかったかもしれない。カール・スタインわかの家族んないけど。は誰もその年の終わりまで生きることはできなかった。なんででもいやー、ゲームオーバーになってしまいました。申し訳ない。難しかったですね、また。ちょっともうだいぶ私的にはだいぶ倫理のギリギリを超えてますからね。ギリギリで収めたじゃなくて、ギリギリをどんどん超えていってでも何としてでもとりあえず助けなきゃとか、まあ配信だからある程度ゲーム持たせなきゃっても思ってましたけど、それでもこんだけ足りないんですね。いやー、時間のお金も全く足りなかったし、ディーベスピリットのイベントがどうやって進むのかもちょっとよくわからなかったので、結局グルビッツさんの多分何か失敗したんだと思うんですよね。だからうまくいけば薬が手に入ったのが$2000の罰金取られて、あれ失敗っていうことになっちゃったんで、それでまあ積んでしまったっていうことですよね。まあでもグルビッツさんの2000のあれは
いや翻訳がなんか微妙で、司法省にそう、うん、司法省にバレちゃったからでしたよね。だからそうならないために、だから新たな明日について話をでもしても怒られましたもんね。だから早めにいろいろ、だからしてないから、もしかしたら話をすべきだったのかもしれない。まあそしたらそうなんかもうちょっとこう手伝うみたいなことができたのかな。かもしれないですね。ちょっとでもいやー難しいなこのゲーム。待って、はい、だからアンナさんとマルタさんが出てったの事情聴取のためとかじゃないですよね。いや多分そうじゃないですか。だからパトリックさんが銀行強盗をしたから警察に連れてかれたんじゃないですか、あの時。そういう描写だったと思う、多分。ちょっとっていう。だってあれをあそこでこうできてたら多分大丈夫だったよねっていう目星すら立ってないんですけど。そうですね。なんかその反体制派のあいつがダントンが出てきてからもうちょっとなんかね、リーベスピリットの話、薬の話も出てたから、もうちょっとスムーズに薬発見できんのかなと思ったんですけど、ちょっとうまくそこが多分何かの選択肢を間違えたんですね。何かの選択肢を間違えて薬が手に入らないで罰金取られちゃったんで、まあそれで積んじゃったというちょっと感じですね。もうちょっとじゃあ早く住民入れて進めていくっていうのと、いやわかんない、どうなんだろう、進められるかがわかんないのであれですけど、今んとことりあえずはだから住民を入れてイベントを進める速さを上げれば、もしかすると$7500の学費に間に合うかもしれない。ギリギリなんか6000ちょっとになった時ありましたよね。$7500はだってもう意味ないっていうか、パトリックさん交付になっちゃったから。いや、なのでもう交付に、だからもうその学費を払って、そもそも国外逃亡したいから1万って言われるのと、一応2500の差額があるので、もしかしてそうやって早めに住民入れて早めに新たな明日系のタスクを進めていけば7500は間に合うのかなと思ってだったんですけど、いやでも無理そうだな。いやだからどの道ね、1万とやっぱり$17,500をかなり早い段階で稼がないと、まあ前回からずっと苦しんでますけど、マルタさんとパトリックさんのイベントの進行があまりにも早すぎるので。早いですよね。いやちょっと異様ですよね。なんでなんだろう。まあセーブデータが悪かったのかは、まあその辺はわからないですけど、まあ多分他のそうですね、同時に進んでる他のフラグとかイベントとかの関係もあるっちゃあるんでしょうけど、でも17500、1万もだいぶ頑張ってギリギリでしたからね。だからな。いやちょっとやっぱ難しいですねこのゲーム。倫理的にも物理的にもすごく難しいし、なんかいろいろ突きつけられるゲームですね。そんなまあなんかなかなかやっぱりそういう先ほどの投資の話もそうですけど、あそこでねやっぱり$5000もらっとけば$1万払えてたので、そういうね倫理無視みたいなことをしないとちょっとクリアできないのかなっていうちょっと気がしてきましたね。でもあの方に
投資させたいから守るっていうあの会社すごくムカつくんで。いやでも実際多分破滅しちゃうから投資させると、この前もだから船で逃がした人亡くなってしまったりとか、多分そういう感じなんですよね。だからなんだろう、あんまりハッピーエンドにならないようにできてるというか、まあだからおそらくはそうですね、だからお姉様のところに行くって言っておられたかな、姉の家族を助けに行くって言ってたので、それでだからそこはまあそれでね、彼のストーリーがあれで終了してれば、まあ彼にとってはあれ今回でハッピーだったんだと思うんですけど、まあそうなるとこっちのゲーム的にはそのお金がなくなるので、まあちょっとうまく進まなかったっていう。だからもしかしたら他のルートが何かあるのかもしれないんですけど、そうですね、何かありそうではあるかな。だからもうちょっと室内にカメラ仕掛けて犯罪行為を突き出すのはまあギリギリ。いやでももう勝手にカメラ仕掛けて勝手に見てる時点でダメなんですけど、犯罪行為の通報はギリギリ。いやもうわかんなくなってきた。倫理がぐちゃぐちゃすぎてわかんなくなってきた。なのでちょっとこれなかなかクリア難しいなちょっと。まあどっちかパトリックさんかマルタさんどっちか死んじゃうか、今回のようにどっちも助からないっていう。迷わず投資を持ちかけたっていう風なコメントが。いやまあでもそういやでもそうですよね。それはまあね、もし成功すればね、うまく本当にいくかもしれないですけど、ただどれぐらいのリターンがある契約をするかで、本当にその契約を履行してくれるかもわからないから、ね、投資だけさせて、リターンなしとかっていうことをする可能性もあるっちゃあるから、ありますね。とは思うんですけど、どうすればいいんだこれ。ちょっと。ということで、ビフォーレターでした。いかがでしたでしょうか。まあちょっとね、今日多分クリア出たっつうか、もう一回なんだろうね、戦略練り直してからじゃないと多分これクリアできないと思うし。そうですね。多分動きをちょっとどうにかしなきゃダメっぽそうですね。というかまあニューゲームからやり直した方がいいのかなという気もしつつ、ちょっとその辺まあ違うゲームにするか、まあその辺ちょっとね考えさせてください。すいませんちょっと中途半端な感じになっちゃったんですけれども、はい、ということでですね、いろんな方が協力してるんですね。はい。ただゲームとしてはねすごく面白いんですけど、ちょっとあまりに難易度が理不尽すぎるということで、ちょっとクリアできないっていう、はい、こういう共産国の翻訳、その中国語のねローカライズにあれだけの方が関わってるっていうのはやっぱすごいですね。国民は別にやっぱ一枚岩じゃないっていうかなんていうか、感じる。そうですね。ちょっとなんだろうな、配信だとぐだるのであればこれ最悪動画にするとかかな。そうですね。ちょっとそこは烏丸さんと要相談します。はい。要相談ちょっとでもしんどいですよね。でもハッピーエンドをね皆様に見てほしいので。まあある程度進んでね、まあいいとこになってからそこだけ実況するっていうのもありかもしれないし。それもありですね。まあはい。そうですね。とりあえずやっぱ戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対です。反戦、反差別。はい。まあいつも言ってることですけど、まあなかなかね倫理を守ってクリアするのが難しいゲームだということはよく分かったので、まあちょっとその辺、クリアできるかどうかも含めて相談して、続きやるかどうか決めようと思います。もし意見とかありましたら気軽にねコメント等お寄せください。あとすいません、ちょっとすいません、私がヌーブってなんだ
概要欄に書くの忘れたんですけど、投稿のとこからディスコードですね、新しく作ったんですよ。なんでゲーマーの方とかね、気軽にディスコードを来てください。誰でも入れるようになってます。そちらですね、私も風花さんもいますので、そちらに感想とか気軽に書き込んでくれれば、まあ今後の参考にいたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。もっと早くパッと見れるので、本当烏丸さんのファンサーバーとして、烏丸100の羽休み喫茶っていうね、素敵なサーバーを作っておりますので、ぜひそちらね、加入の方をご検討、あとメンバーシップへのご登録もね、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ディスコード見てみますということでありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと概要欄に書くのを今回忘れちゃった。すいません。投稿のとこからすぐ飛べますので、なんかYouTube チャンネルのね、投稿のとこからすぐ見れますんで、はい、そちらからぜひ飛んでみてください。はい、ペンギンも羽休めに来てください。ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、ちょっと今回、配信、これで終わりにさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。で、次回なんですけど、ちょっと来週私、どの道ちょっと用事だったんで、これは最初から決まってたんですけど、すいません。お休みさせていただきます。で、その後ですね、まあ、このゲーム続けるか、まあ、別のゲームにするか、まあ、ある程度進めてから、まあ、再開するかっていうところで、ちょっと相談してからやろうと思ってますんで、よろしくお願いします。お願いいたします。はい。ということで、本日もお疲らすでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。おやすみなさい。